なんで沈没したのか。まず、リベットが外れて浸水。金属船、全部金属で作るような船が出現してから、軍艦で出現したのはね、まだ30年ぐらいしか経ってないんだよね。っていうのは、ペリーが日本で裏側に来たですね、サスケ花号っていうのがあるじゃん。あれ1853年に作られたんだけど、まだ木造なんだよ。全木造なんだよね。で、グレートイースタン号っていうのは1958年にできるんだけど、これ全金属製なんだけど、形がサスケ花号と同じで、本当に昔の帆船の形してるんだよ。で、旅行ブームがあったから、客船はどんどん大型化してたんだけども、全金属製の船っていうのはタイタニックが出現したあたりで、ようやっと誕生してきたもんだ。だから作り方がよく分かってなかった。で、船の作り方、当時の船の作り方っていうのはリベット打ちって言って、リベットって何かっていうと、鉄と鉄くっつけるときに溶接でつけるんじゃないんだよね。そうじゃなくて重ね合わせて穴開けて、そこにホッチキスの玉みたいなの入れて、これを両側から熱して、熱したリベットを両側からガンガンガンと蒸気ハンマーで打って潰すと。そういうふうにしてホッチキスで止めるみたいにして、鉄板と鉄板を止めていく手法をリベット打ちって言うんだけども、ところがね、タイタニック号って平面部分、この平面部分は機械のリベット打ちができるんだけどさ、この先っぽの部分あるじゃん。この先っぽってね、実に複雑な曲線なんだよね。で、この曲線って蒸気ハンマーが使えないんだよ。で蒸気ハンマーが使えないから、平面部分は鋼鉄のリベットで、蒸気ハンマーで機械の力でガンガンガンって締めることができるんだけど、曲線部分って鋼鉄よりもずっと柔らかくて脆い連鉄というやつで、手で持ったハンマーで熟練工が叩いて潰していかなきゃいけない。つまり弱いんだよね。太いホッチキスで止まってる真ん中に比べて、前後の曲線部分って細い針の短いホッチキスでかろうじてちょん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 って止まってるようなイメージだと思って。それでもね、強度的に計算したら十分だったんだよ。で、ところがね、連鉄のリベットっていうのは氷点下で粘り気を失って、鉄の粘り気を失って折れやすくなると。これをね、低温税制。低温で脆くなる性質だよねって言うんだよ。これ僕が知ってる低温税制の具体例は、バンダイの子会社のポピーというところがですね、昭和40年代にマジンガー Z の超音機っていうのを発売したんだよね。で、超音機で発売して、後にそれがコレクターアイテムになってすごい値段上がっていったんだけども、で、日本中のおもちゃ屋さんで超合金ないか超音機ないかってコレクターが探しまくったんだけども、北海道の倉庫で見つかった超合金がほとんどボロボロになってたんだよ。なんでかっていうと、北海道の倉庫にしまれていたマジンガー Z の超合金ってこの低温税制でほんのちょっとした振動でバラバラ崩れちゃったんだよね。そう、金属っていうのは、特に合金っていうのは低温で崩れる性質があって、それを強化するためにいろんな素材があるんだけども、北海道の冬ぐらいで崩れちゃうんだよ。で、タイタニックが当時、走っていたですね、氷山のある海っていうのは、塩水だからね、冷夏になっちゃうんだよね。0度で凍るんじゃなくて、マイナス2度以下で凍るんだよ。で、ちょうどマイナス2度ぐらいだったらしいんだよね。そうすると低温税制でリベットが脆くなって、もうほとんど、ホッチキスというよりは、茹ですぎた細いパスタで段ボールを縫ってるようなものなんだよね。もう本当にね、プツ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 っと氷山に当たった瞬間に、そこの部分が剥がれてしまったらしいんだよね。で、タイタニックの左側面にはですね、右側面右舷の側面にはですね、長さ60メートルぐらいの裂け目ができちゃったと。で、このリベットの脆さが発見されたっていうのは第二次大戦の時だ。第二次大戦に同じような作り方をした船が、なぜか寒い地方に航海に行くと、どんどん沈むと。2700隻ぐらいアメリカで作ったリバティ船って言われるその貨物船の造船所で作ったやつがあるんだけど、そのうちの1000隻でトラブルが起こってですね、1割以上が沈没してしまったという事件があって、第一次大戦の時に初めて調査が入って、リベットがこんなに危険だ。低温税制っていうのはこんな恐ろしいのが分かったので、タイタニックの頃は全く分かんなかったんだよね。で、しかし、リベットが外れても実際にタイタニック号が60メートルのね、裂け目って言ったよね。ただその裂け目自体はもう本当何センチだったんだよ。だからタイタニック号に開いた穴っていうのは全部合わせても、面積にすると 1.1 平方メートル。マンホールの穴より小さい穴しか開いてないんだよ。そこから水が入ってタイタニックは沈んじゃったと。なんでそんな小さい先に沈んだのか。この二つ目だよね。
隔壁 E が不作動。前回話したようにですね、カヤックは火事で水密隔壁が歪んでたんだけども、おかげでね、ちょっとこれ断面図ね。タイタニックのでかすぎる断面図なんだけども、運が悪いことにね、この2つのボイラーの間に石炭庫あるんだけども、この位置が火事だったんだよ。で、ここが火事で、金属が弱くなっているところに、ここがガリガリガリと裂けて裂け目が入っちゃったんでですね、この、防水扉が閉まらないまま両側に水が入っちゃったんだよね。で、頭からここまで5つのブロックに全部水が入っちゃったので、タイタニック号は頭だけが重くなって、だんだん前に傾いて沈み出したと。こういう流れになってたんだよな。いやもう本当にね、大変だったみたいよ。あとしょうもない理由だけど窓が開いてたと。船がね、一時逆転かけて停止させたわけだよ。そうすると乗ってる客たちはみんな何があったんだって窓を開けちゃうわけだ。で、窓を開けたらそこから15分後に船長から対戦命令が出て、はい、皆さん救命胴衣をつけて、とにかく外へ出てください。早く出てくださいっていう時に、止まってたから窓開けたんだよね、外の。窓開けたのがですね、そのまんまみんな逃げちゃったんだよ。なので、タイタニック号が沈んでいって、一番下のフロアからだんだん窓から水が入ってきて、それでこう沈むのが加速したと。映画の時間順で見ると、船の第一区画に水が入ってきた。で、大変だ水密ドアいわゆる水密隔壁を閉じろランプがパパパッとつくシーンがあって、で、次にこのでかい巨大な扉がガーッと沈んでしまってきてですね、水密扉が沈むというようなシーンがですね、映画で言うと1時間40分目ぐらいにあります。で、その後船長のところに報告が入ると。で、どういう状態かっていうと、ボイラー室が2メートル半の浸水っていうふうに言ってる。で、これね、船長がここにいて、実はね、ジャックとローズがここにいるんだよ。できるだけジャックとローズの主観的な話にするために、こういう大事な事件があった時は必ずその場に偶然でもこの二人が居合わせてすれ違いながらローズがその話を聞いて大変なことになったって分かるようになってるんだけど、うまい取り方してるんで。で、ボイラー室に 2.5 メートルの浸水があった。で、そこで、設計したアンドリューが郵便室はというふうに聞いてるんだ。で郵便室もダメです。浸水してますと聞いて、アンドリューが絶望的な表情をすると。で、青写真を見せて、アンドリュー技師が水が隔壁を越えて後ろの区画へ流れ込んで、3等客室のある F デッキというふうな説明があるんだよね。だから隔壁を越えて後ろに流れ込むと。で全体の状況を説明しようと思うんだけども、どういう意味かっていうと、裂け目はね、合計でこの紫色の箇所だよね。大きく言って4箇所。これ60メートルにわたってあるんだけども、この部分が浸水して、3等客室に水が入り始めたと。で、隔壁の B を貫通したやつで、第1ブロック、第2ブロックに水が入った。隔壁 C を貫通した傷で、第2ブロック、第3ブロックに水が入った。で、ボイラー6番あたりの、これが火事で燃えたところだよね。なので、ここを貫通した時にここまで水が来ちゃったと。だから、タイタニック号の水密ブロックで言うと、第1、第2、第3、第4、第5までが全部水に浸かることになっちゃったわけだ。これがなんで大変なことかっていうと、さっき言った設計士が、水は最初、イチャイチャしてた例の車があった倉庫、ここに入ってくるよね。ここまでだったら、まだアンドリュー、設計技師は驚かないんだけども、その上にね、メールルームって書いてるじゃん、ここ。これ郵便物とかを貯めとくとこなんだけど、ここまで水が来たっていうふうに言われて、アンドリューは、もうダメだって顔するんだよ。それはなんでかっていうと、この赤い線あるでしょ。この赤い線は喫水線で、実はタイタニック号ってこの喫水線の割とこの下、ちょうど僕はこの棒を持ってるあたり、ここまでしか海に沈んでないんだよ。ここから上は海の上に浮いてるはずなの。ということは、いくらここの周りに穴が開こうとも、メールルームに水が入ってくるはずがないんだ。だって水面より上だから。ところが、ここにメールルームに水が入ってきたということは、すでにもう前方傾斜が始まってるってことなんだよね。前方傾斜が始まってるので、本来水の上にあるメールルームに水が入り出した。なので、アンドリュー設計士は、タイタニック号が、倉庫に水が入った大変なことになっているときに、最初に郵便庫はどうかっていうふうに聞いた。郵便室はどうかと。ところが郵便室にも水が入ってますと聞いた瞬間に、彼は実に絶望的な顔をする。実に絶望的な顔をして、図面を出して、もうダメだという。もうダメだっていうのは、ここに
A, B, C, D デッキってあるよね。これがいわゆる一等客室が使うところだ。でこの下の E, F, G っていうのは三等客が使うところだと思って。まあ違うところもあるんだけど。で、この隔壁っていうのかな。これね、F までしかないんだよね。水密隔壁。で、この E のここって、実はこっからここまで長い廊下が繋がってんの。これこの E の長い廊下っていうのは、スコットランド通りっていうふうに言われてるんだけど、乗員が便利に使えるように、高速で移動できるように、前から後ろまで、本当はそんなことやっちゃいけないんだけど、一本の通路を作ったんだよね。なので、このメールルームまで水が来ちゃったら、いずれはもう G デッキまで水来てるわけだから、E デッキまで水が来ると。そうすると、いくらここに隔壁があっても、この長いスコットランド通路を通って、水がどんどん後ろの方に流れていって、いくら窓を閉めても、ここから先防衛しても、スコットランド通路を通って、後ろの方まで水が入ってくるのはもう止められないと。もうこれで沈んでしまうことが確定だっていうふうに設計士のアンドリュー。設計士だから船を沈まないように作ったんだよ。でも万全のつもりで作ったんだけども、まさかこんな前方に傾いて、それで5つのブロックが全部浸水して傾いて沈み出すなんてことを想定しなかったんだよね。まあそれでですね、タイタニックが沈むというのがわかるわけだよね。